よし、行っちゃいますか。飛び込め。これは、雲、ですかね。すごい。本当に空の上にいる。雲の上を歩くと沈むんですね。すごく怖かったです。この本を使うことで、エーテルのアイテムの詳細がわかるようですね。ふむ。ザ・ベスト・パラチュー・デ・イン・ジ・エーテル？コールド・フロード・フォウンド・イン・ザ・スキーズ？ソーリー、アイドントスピーク・ユアランゲージ。アメリカ語はさっぱりです。あれ、なんでしょう。雲のような模様がおしゃれですね。これが天空世界エーテル。あそこにも不思議な生き物が。あれは空中クジラ、エーテルを自由自在に泳ぎ回る巨獣ですね。昔は倒すことができないモブだったようですが、何しろ情報が10年前のものですから、今では仕様が変わっているかもしれません。なるほど。確かに色々と気をつけた方が良さそうですね。さて、それではパラシュートを使って初めての島に繰り出しましょう。これはなかなかスリルのある体験ですね。こう見るとゲートからなかなか離れた場所に来てしまいました。なんだ。あいつ敵モブなの？こいつはゼファー、雲型のモンスターですね。風を吹かせて攻撃してきて、当たると吹き飛ばされるみたいです。とはいえ私の敵ではありませんでしたね。今度はコカトリスですね。毒矢を飛ばして攻撃してきて、当たるとうまく動けなくなるので気をつけて。ついでですし、エーテルから落ちるとどうなるか紹介しちゃいましょうか。エーテルから落下すると、XY 座標はそのままにオーバーワールドの上空へ飛ばされてしまいます。今回は下が海なので良かったですが、これが普通の地面で、なおかつパラシュートがないと落下死してしまうと、そういうわけですね。拠点の場所を海辺にしておいてよかった。それではエーテルに戻る前に手に入れたアイテムで何か作れないか見てみましょうか。この鉄のリングってやつ、エーテルのアイテムですかね。白いマントも羊毛で作れそうです。一旦リングを作ってみますか。これはなかなか可愛い感じです。どうやって使うんだろう。ここかな。何か変わったかな。指輪は完全に装飾品で、装備としての効果は特にないみたいですね。なるほど。せめて手元に見えてたらテンションが上がったりもするのですが、仕方ないですかね。今度はグローブを作ってみました。グローブは装着時に攻撃力が上がるみたいですね。鉄のグローブでは攻撃力が 0.5 上がるらしいです。ちょっと微妙だけど、つけてるだけでいいわけですもんね。それから冷たい雲を4つ組み合わせて冷たいパラシュートを作りました。エーテルに来た時にもらった金のパラシュートと違い、こちらは使い捨てのようですね。それにしてもこの状態、無防備すぎない？あの黄色いブロックは何でしょう？なんか足が勝手に動く。でかい駅とかにある動く道みたいな使い方ができそうですね。なんだか変わった豚さんを見つけました。何？なんか松明を置こうとしたら消えて。どうやらエーテルでは普通の松明は使えないみたいですね。アンプロシアという鉱石を使うことでエーテルでも使える松明が作れるようです。
アンブロシア、また大行な名前の鉱石ですね。とはいえ、松明の材料になるくらいですし、少し探索したら手に入るのでしょうか。と、この豚は、普通に豚肉を落とすみたいですね。この豚さんは天空豚。地面を蹴って飛び上がることができて、サドルを使うと自由に操作できるみたいです。ほう、移動手段は早めに確保しておきたいですし、サドルを早く手に入れたいところですね。と、それでは、エーテル製の道具を作っていきましょう。まずは、スカイルートの板材から棒を作って、スカイルートのツルハシを作りました。採掘速度なんかは木のツルハシと同じなのですが、エーテルのブロックに使うと、ドロップ率が倍になる優れものです。と、そうして採取したホーリーストーンを使って、聖石のツルハシを作りました。こちらは、稀にアンブロシアの追加ドロップがあるようです。稀に、です。と、このお花は、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。この花はエーカープラント。近づくと毒矢で攻撃してくる厄介なやつです。しかも、コカトリスの毒矢と同じで、体が勝手に動くんですね。嫌な感じですね。私にかかればこんなもんよ。あれ、なんか進捗を達成しましたね。エーコル花弁？モアの餌になるって書いてあるけど、モアって何かしら？モアはコカトリスに似た動物で、天空豚と同じく空を飛ぶことができるようです。この花びらはモアの赤ちゃんが成長するのに必要みたいですね。ほうほう、お馬さんなんかと同じで、そんなめったに見つかるものでもないでしょうし、後でゆっくり探しに行きましょう。めっちゃ近くにいました。しかもこのモア、一番レアな黒モアじゃないですか。さすが天に愛された女、柚木ゆかりですね。と、モアは卵から孵化した子しか懐かせることができないらしいので、一旦ここに保護しておきます。忘れてなかったら迎えに来るからね。また新しい進捗を達成。これは、アイスストーンですか。フリーザーの燃料に使える、と書いてありますが、凍らせるための燃料って、なんだか変な感じがしますね。後々使うことになりそうですし、これも集めておきましょう。それでは、エーテルにおける拠点を作っていきましょう。めっちゃ近くにゼファーがいる気がしますが、無視して進めていきます。せっかくなので、エーテル製の素材のみで建てたいのだけれど、まだしっかり採取できていないので、今回の拠点は小さめのものにしていきます。スカイルート、色が微妙に暗くて、あまり建築資材に向いてない可能性が。むずいな。重ためになってしまう気がするので、窓を広めにとって光が入りやすくします。エーテルのガラスもあるようなので、後で試してみましょうか。で、捕まっちゃった。なんだってんだ。と、敵が入ってこないように、取り急ぎフェンスで塞いでおきましょう。今回はロフトを作りたいので、屋根は高めに作っていきます。建物の明かりは、シンプルに松明だけで。はい、こんな感じになりました。敵が多いエーテルにあるということもあって、山小屋のような、シェルターのようなイメージで作ってみました。内装も外装もシンプルですが、その武骨さが、かえってそれっぽくなってる、ということにしてください。と、ロフトエリアはこんな感じ。使い道はまだ決めてませんが、物置になる予感しかしないです。と、スカイルートの看板を作って、第2拠点、見づらいな。気を取り直して、看板よし。ここから始まるエーテルの冒険、胸が弾みますね。さて、といったところで、今回の動画は終わりとさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。